こんにちは、和田彩香です。私は現在、輸出をはじめとしたビジネスの会社を経営する女社長をしています。私のプロフィールはこちらをご覧ください。今回の動画では、海外輸出に関わる関税について、初心者の方でもわかるように、経験談も混ぜながら、関税の基礎知識と輸出をするなら絶対に気をつけたいことについてお話をしていきます。オンラインで輸出を始めたいけど、関税のことが心配です。そもそも関税って何ですか？関税の調べ方がわかりません。このようなお声をよくいただきます。輸出初心者の方でもわかるように解説をしていきますので、これから輸出ビジネスを始めたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。こちらの YouTube チャンネルでは、海外輸出で稼ぎたい方に向けて動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、お電話での無料相談と公式 LINE 登録者限定で無料マニュアルもプレゼントしていますので、気になる方は公式 LINE でご連絡をお待ちしております。公式 LINE は概要欄に URL がありますので、ぜひチェックしてください。海外輸出ビジネスを始めたいけど、輸出関係の仕事をしたことがないし、貿易実務などの勉強をしたことがない。関税について調べても、どれを見ても難しい言葉ばかりで書いてあって、意味がよく理解できない。そのように思っている方いらっしゃいますか？私も貿易関係の仕事はしたことがない、全くの知識ゼロの状態からスタートしました。そのような状態で始めたところ、どこを見ても解説が難しかったので、完全初心者の方が見てもわかるように、この動画では解説をしているので、全く知識ゼロという方でも基礎知識を理解していただき、新しい一歩につながっていただけたら嬉しいです。では、関税についてのお話をしていきます。一言で言うと、関税とは国境を越えて輸入される商品にかかる税金です。通常、国が関税を設定し、輸入される商品の価格に対して一定の割合の税金を負担すべきものとして負わせます。関税について簡単に説明をさせていただきました。次は何のために関税があるのかについて解説をさせていただきます。まず一つ目は国内の産業を保護し、国内の経済を調整するため。二つ目は国の収益源としても利用されています。このような理由があり、関税があります。以上2点、関税がある理由について簡単に解説をさせていただきました。次は知っておきたい関税の知識について解説をさせていただきます。関税率や対象となる商品は国によって異なります。関税は特定の商品カテゴリーや産業に対する保護をするために、あるいは貿易摩擦、黒字国と赤字国の間に生じるトラブルの解決手段としても使用されることもあります。国同士は関税についての協定や交渉を通じて相互の貿易条件を調整するということもあります。以上、知っておきたい関税の知識について解説をさせていただきました。関税に関して押さえたいポイントは4つあります。関税に関してのポイント1つ目、関税は商品を購入したお客様が支払う。例えば、世界最大級のオークションサイト、eBay のルールでは、関税はお客様が支払いをすると決まっています。越境 EC の場合は、基本的には関税を考慮して値付けをしたり、販売者が関税はいくらなのか気にする必要はありません。関税に関してのポイント2つ目、関税が発生するケース。国や商品の価格、発送の方法などの状況によってこれは変わります。まず、国際郵便で発送する場合です。こちらは20万円以下の場合は、税関への輸出申告は不要です。20万円以上の場合は、税関への輸出申告が必要となります。1梱包の合計金額が20万円を超える場合には、税関手続きが必須となります。申告額が20万円を超える場合は、通関委任状の提出が必要となるので、郵便局で商品を出す前に、郵便局等の窓口で税関手続きの案内を受けてください。FedEx や DHL で発送する場合としては、このような国際宅急便を利用した場合は、販売者は海外へ発送する際の商品の内容の申告をしますが、通関手続きは通関業者が代行するので手続きは不要です。手続きが少ない分、国際郵便を利用するよりも簡単ですが、そのためもあり、国際郵便に比べて料金が少し割高になるのが特徴です。関税に関してのポイント3つ目は、HS コードによって関税率が決まること。HS コードとは、商品を輸出入する際の関税率を決めるための輸出入統計品目番号というカテゴリーごとの番号のことです。
輸出をする国によって発送したい商品のこの番号が何番になるのかを調べて記載する必要があります。HS コードの調べ方としてはいくつかありますが、代表的な3つの方法として、まず1つ目、税関のホームページ、輸出統計品目表。2つ目、郵便局のホームページ、内容品の日英中英訳 HS コード類。3つ目、通関誌 .com の HS コード一覧。こちらのサイトからそれぞれのカテゴリーごとの HS コード番号を見つけることが可能です。こちら3つの URL は概要欄に記載するのでご確認ください。今ご紹介した URL より HS コードを探してもわからないという場合には、今から説明する問い合わせより確認をしましょう。税関のホームページに輸出入、通関手続きや税番、税率等に関するお問い合わせという箇所があります。こちらも URL を概要欄に貼りますので、必要な方はご確認ください。また聞いた話によると、各国の税関にて HS コードの判断は、その時の担当者によって多少異なることもあるそうです。事前に記入していた番号と担当者の判断が異なる場合は、その場で修正されるそうです。関税に関してのポイント4つ目、輸出事業者は還付が受けられる。輸出の場合は消費税還付といい、仕入れで払った消費税を返金してもらうことができます。還付が受けられる条件としては、1、消費税課税事業者、2、原則課税を選択している、3、還付申請の書類を提出している。こちら3点が条件となります。そしてどんな料金が還付されるのかというと、仕入れの商品の消費税や仕入れに関わる送料の消費税などです。以上、関税に関して押さえたいポイント4つ解説させていただきました。輸出事業者として関税関係で気をつけたいことは大きく2つあります。1つ目は関税の金額が決まる商品代金の書き間違いです。輸出の際に商品の金額を書きますが、その金額を書き間違えないということです。今までにクライアントさんであった事例としては、外注ワーカーさんに出荷作業を依頼していて、ワーカーさんが商品の価格の桁を間違えてゼロをプラスして書いてしまったということがありました。出荷作業の時は絶対に間違えないように外注ワーカーさんにも共有をしましょう。万が一間違えてしまった場合には、発送会社の日本窓口、発送会社の海外窓口に修正申告ができるのか確認の連絡をすぐに入れましょう。2つ目、商品が届いたら関税が高かったとお客様が返品依頼をする。越境 EC の場合は販売者は関税を気にしなくていいと言いましたが、これは購入するお客様自身が関税は購入者が支払うものであると理解して、関税がかからないということや、大体の関税の金額を購入前に理解した上で購入していただいているということが前提の話になっています。例えば eBay ではルールで関税はお客様が支払うと決まっていたとしても、ディスクリプション、商品説明欄でも改めて関税はお客様にお支払いいただいていますと記入している方は多いです。購入者の中には輸入初心者の方もいらっしゃるので、このように改めて商品説明欄に記載をしたり、注文があった際にメッセージで商品は関税がかかる可能性があります。関税はお客様にお支払いいただいてますのでご了承ください。などを事前に送ってから商品の発送をするとトラブルを防ぐことができますね。南米、特にブラジルはアメリカやヨーロッパに比べて関税率が高いため、クレームが発生する確率が多いです。お客様から関税の金額を聞かれた場合は、大体の関税の金額を自動計算できるツールを案内してあげましょう。予測関税金額の自動計算ツールはいくつかあるのですが、Simply Duty、こちらとワールドタリフ。こちら2点の URL を概要欄に貼りますので、こちらも必要な方はご確認ください。輸出事業者として関税で気をつけたいこと大きく2つについて解説をさせていただきました。今回は海外輸出に関わる関税についてのお話をさせていただきましたが、それでは実際に輸出ビジネスを始めたいと思った方もいらっしゃるかと思います。私の公式 LINE では海外輸出初心者入門マニュアルを配布しているので、ぜひ公式 LINE を概要欄の URL からご登録いただき、受け取ってまずはご覧ください。それでは最後にまとめです。関税とは、一言で言うと関税とは国境を越えて輸入される商品にかかる税金のことです。通常国が関税を設定し、輸入される商品の価格に対して一定の割合の税金を負担すべきものとして負わせます。関税は国内の産業を保護し、国内の産業を調整する、国内の収益源としても利用されるためにあります。
知っておきたい関税の知識としては、関税率や対象となる商品は国によって異なります。関税は特定のカテゴリーや産業に対する保護するために、あるいは貿易摩擦、黒字国と赤字国の間に生じるトラブルの解決手段として使用されることもあります。国同士は関税についての協定や交渉を通じて相互の貿易条件を調整するということもあります。関税に関して押さえたいポイントは4つあります。1つ目、関税は商品を購入したお客様が支払うこと。2つ目、関税が発生するケース。3つ目、HS コードによって関税率が決まる。4つ目、輸出事業者は還付が受けられる。輸出事業者として関税関係で気をつけたいことは大きく2つあります。1つ目、関税の金額が決まる商品代金の書き間違い。2つ目、商品が届いたら関税が高かったとお客様が返品依頼をしてくること。こちら皆さんもお気をつけてください。今回の動画は以上になります。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。コメント欄では動画に関するご意見やこんな内容を話してほしいなどのコメントを募集しております。これから海外輸出を始めたい方、すでに始めている方にとってためになる動画を作っていきたいと思っておりますので、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。また動画の概要欄では過去の動画や初心者の方でもわかる海外輸出で稼ぐ方法を解説した動画を記載していますので、ご確認いただけたらと思います。今後もこのような海外輸出に関する発信をしていくので、この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。